こんにちは。今日は当店にいらっしゃったことがない方や銀座のクラブってどんな感じと思ってらっしゃる方のために銀座のクラブでよく出る定番のボトルをご紹介したいと思います。以前動画でクラブの料金って特殊でセット料金やチャージ、あとお通しはこういうのがありますよっていうのをご紹介させていただいたんですけども、今回はボトルに特化してご紹介できたらと思っております。で、今はインスタグラムで、たくさんシャンパンとかこんなボトル降りたよっていうのを目にすることができる時代になったんですけども、そういう高額なシャンパンとか高額なワインとかではなく、銀座のクラブでごくごく定番に飲まれているお酒ボトルとか、あと定番に飲まれているシャンパンをご紹介できたらと思います。特に、話を持って、お伝えするわけではなくて、本当にもうこれが定番です。これが一般的にはよく出てますっていうお酒をピックアップいたしましたので、見ていただけたらと思います。ではこちらのボトル4つをチョイスさせていただきました。こちらは左から日本のウイスキー山崎12年。それとこちらは響のブレンダーズチョイス。そしてこちらがマッカランのダブルカスクになっております。これはスコッチです。で、こちらはキッチョム麦焼酎の定番です。で、このボトル本当にとてもよく出るんですけども、だいたいこのボトルそうですね、山崎多いかな。山崎はだいたい1日、来店されるお客様の、3、4組はこちらのボトルキープされている方がいらっしゃって、これも同じぐらい3、4組ぐらい頼まれている方がいらっしゃいます。なので、1日の来店で言うとこの2つのボトルだけで、そうですね、5、6組、7組ぐらい結構数あるボトルの中では人気のボトルになっております。そしてこちらマッカランで、こちらは、やっぱ洋酒が好きな方にはとても根強い人気があります。他にもいろんな種類マッカランも、もっと年代が違ったものもあるんですけども、こちらが一番リーズナブルになっておりまして、こちらが3万5,000円です。なので結構気軽に頼まれるお客様が多くて、こちら定番の、ウイスキーになっております。そしてこちらはキッチョム。焼酎も結構揃えてるんですけども、麦焼酎、あと米焼酎、芋焼酎とあるんですけども、この焼酎キッチョムが、とてもよく出る定番になっております。こちらの価格は2万円になっております。キッチョム飲まれる方は、焼酎が好きで、飲まれる方はもちろんいらっしゃるんですけども、焼酎を置いといて、あとはワインとかシャンパンを飲まれる方も結構いらっしゃいます。そのワインとかシャンパンしか飲まれないお客様はもうお酒あんまキープしておいてもご自身では何も飲まないから、とりあえず飾りということでこちらのボトルを置かれている方も、結構いらっしゃいます。あと、飲みやすいっていうのもあって、最近では炭酸割りとか、あとロックで飲まれる方も多いんですけども、レモンを絞って炭酸で、ややチューハイっぽく飲まれる方もいらっしゃるので、こちら結構人気があるのかなと思います。あまり癖もないので、他の、芋焼酎とか、麦焼酎に比べたら、頼みやすいものなのかなという感じです。で、こちら日本のウイスキーがあるんですけども、本当は白州とかチタというウイスキーもあります。そちらも人気で、ちょこちょこ出るんですけども、この2本が、どっちが甲をつけがたいかなと考えたんですけども、結構両方よく出るので選ばせていただきました。こちらの響は今はほとんどブレンダーチョイスに切り替わってるんですけども、以前は響の17年と、あと21年今もあって、その上は30年があります。で、17年が、そうですね、値段がもう当店取り扱ってないので、ちょっと今は把握してないんですけども、響の21年に関しては今当店では9万円で、販売しております。そして響の30年は、当店では50万円で販売しております。以前もう本当に、ほんの7、8年ぐらい前は響の30年って、30万円で銀座のクラブは飲めたんですけども、こちらも数が少なくなってきて、だんだん値段が上がってきております。響の21年も以前は、そうですね、6万円とかだったんですけども、この数年で今はクラブでは9万円とか10万円とか、それぐらいの値段になってきてるんじゃないかなと思います。結構日本のウイスキーは、人気があるので品薄になってきております。
であとこちら山崎12年っていうのは、こちらもすごく人気があって飲みやすくて、価格は45,000円になっています。で、昔はこの白州っていうのもね、ほんと同じぐらいあったんですけども、白州もとっても人気が出てしまったために、結構ボトルの値段がどんどん上がっていって、今ではもう、そうですね、頼まれる方いらっしゃるんですけれども、それも白州をノンヴィンテージに切り替わっていった感じです。次によく出る定番のシャンパンをご紹介したいと思います。銀座のクラブでよく出る定番のシャンパンといえば、こちらからドンペリ、で真ん中はベルエポック、そしてこちらがクリュークになっております。こちらが定番の、よく出る3本のお酒なんですけども、本当にこれは好みがあるので、クリュークは辛口で男性に人気がありますし、ドンペリは泡が結構強くて、少しね、パンチがあるので、泡が好きな方はこちらが好きですし、ベルエポックはちょっと甘みがあるので、特にね、関西のお客様好きかなという感じがします。なんか関西の時って私も新地いたんですけども、のんびり飲まれる方が、15年ぐらい前ほとんどいなくて、皆さんほぼほぼベルエポックでした。多分このベルエポックの営業の方がすごく力を入れていて、ベルエポックをね、推していたので、関西ではこちらが多かったんじゃないかなと思います。はい。だから地域差は結構あります。銀座に来たらやっぱり多いのはクリュークがとても多いかなと思いました。ドンペリも結構多いです。その中で言うとベリーポークがちょっとやや少ないかなという印象なんですけども、地域差でお客様の好みがあるんだなと思いました。で、お値段は、こちらベレーポックと、だいたいドンペリが一緒で、だいたい、クラブでは6万円ぐらいかなというところです。お店によって5万のとこもあれば、もっと高くて7万のとこもあったりするんですけども、6万がややスタンダードじゃないかなと思います。そしてクリューグは少し、この2つよりも仕入れが高いので、だいたい、当店では6万5千円なんですけども、他店では7万円とか、そのぐらいの幅で販売してるんじゃないかなと思います。こちらが、スタンダードなものになるんですけども、この上には、ロゼだったり、こちらは P2、あと、ラベだったり、上のお酒もあります。そちらもお祝いの時は P2 とか、あとロゼとか、あと、ラベも出るんですけども、やっぱ定番で、なんか1本じゃあ飲もうかって言われる方は、この3本が多いかなと思います。結構出ますね。当店だと、だいたいこの3本合わせると1日15本か20本は出てるんじゃないかなという印象です。結構お客様も、先ほど、お伝えした通り、ボトルだけキープしておいて、ご自身がシャンパン好きな方は、シャンパン飲まれる方も結構いらっしゃるので、そういう方は、座られて、ボトルを出しても、じゃあクリューグ1本持ってきてっていう感じで、パッとオーダーされて、で、クリューグをババーっと開けてみんなでシャンパン飲むことも結構あります。あとは、ママが座った時とかもあるんですけども、女の子の係でお客様が、ママが座ったからちょっと1本じゃあシャンパン飲もうか、じゃあドンペリ持ってきてという風なシーンがあって、本当にこの3本は気軽によく、定番で出る3本かなと思います。はい、ではまた4本ピックアップしてみました。こちらは、ちょっとクリスタル、これ、新品がなかったのでちょっと空ボトルなんですけども、クリスタルと、あとこちらさっき説明したドンペリのロゼです。と、こちらはアルマンド、あとこちらは、ワインなんですけども、オーパスワン、ヴィンテージは2016年になっています。でこちらの4本もとても定番でよく出るお酒になります。これドンペリのロゼ、こちらはお祝いや誰かの誕生日でも結構こちらのロゼは出ることがあります。こちらは値段は当店では12万円になっております。大体目安というと、白のシャンパンの倍ぐらいですね。そういう値段付けしているお店が多いんじゃないかなと思います。ベレーポックはもうちょっと仕入れが高かったので、白が6万円に対してロゼは14万円で当店は提供しています。クリュックは、6万5千円の白の定価に対してロゼは14万円で提供しています。大体なんですけども、ややロゼの方が2倍なのかなという感じです。はい。そしてこちら、クリスタル、これ大人気。結構出ます。1日に3、4本ぐらい出る時もあればもっと出る時もあるんですけども、クリスタルは本当に、女の子が好きな子が多いのでこちらよく出ます。
値段帯としては当店では9万円なんですけども、お店によっては10万円ぐらいのお店もあると思います。でもこれも以前もうちょっと安かったんで、クリスタルも本当に7、8万とかだったのかな。それが年々こう値上がりしていっております。シャンパンもそうなんですけど、もう本当すべて年々値上がりしていっていて、先ほどお伝えしたドンペリも6万円で当店で出してるんですけども、私が10年前に勤めたお店は4万円で、その次5万円で5万5千円、6万円と刻んで少しずつ値上げされていっています。仕入れの方も、10年ぐらい前は1本1万2千円とかで多分酒屋さんから購入できたんですけども、今、ドンペリの白は1万8千円とかそんな感じかな。ちょっとずつ上がっていっております。なので、値段もちょっと少しずつ上がっていっているんですけども、それでもクラブの中では一番スタンダードなお酒なので、よく出る主力の、シャンパンじゃないかなと思います。そしてこのクリスタルは、どういう時に出るかというと、先ほど定番が、6万円台のシャンパンだったので、少し、何かこうお客様も、もうちょっと高いシャンパン持ってきていいよとか、女の子ももうちょっと売り上げ頑張りたいなっていう方は結構クリスタルを推してる方も多いんじゃないかなと思います。でもこの3万円の、差なんですけども、前回の、セット料金の動画でお伝えした通り、クラブはサービス料が 45% かかりますので、6万円のお酒はだいたい9万円、9万円のシャンパンは13万円と、結構 45% かけると、値段が変わってきてしまうので、ちょっとやっぱ高い高級なイメージはクリスタルはあるかと思います。はい、そしてこちらはよくインスタとかでもお見かけしたことがある方が多いかなと思うんですけども、アルマンドになります。アルマンドはこのゴールド以外にも、あと、色で言うとプラチナって言われる色とか、マスターズっていうグリーンとか、あと、赤もピンクもありますし、結構いろいろあります。定番はやっぱりこのゴールドかなと思います。こちらはクラブではだいたい15万円で出しているお店が多いです。15万円なので 45% かけると21万7500円になるので、結構高級なシャンパンになるかと思います。ドンペリの白に比べたらやっぱり3倍近い値段なので、お祝いとか、女の子が結構お客様に甘えられる方は、こちらを飲まれている方が多いかなという印象です。今度こちら赤ワインはオーパスワンになっております。こちらはワインの中で一つ選ばせていただいたんですけども、非常によく出る人気の赤ワインになっています。オーパスワン自体に、ファンの方がたくさんいらっしゃるので、オーパス持ってきてよという、銘柄を指定されて飲まれる方も多々いらっしゃいます。ワインももっと種類あるんですよ。今こうちょっとサラサラっと見たんですけども、多分30種類ぐらいはあるんですけども、この中で、値段も結構バラバラに値付けしていて、3万円の、シャブリから、5万円、10万前後、そして20万円ぐらいで、上はもっと、5大シャトーになると、30万を超えるものもたくさん揃えてるんですけども、その中で、この値段を見て、例えば女の子の誕生日だから今日はじゃあ15万円ぐらいのワインとか、今日はじゃあプライベートだから1本5、6万のワインでというふうに値段を見て決められるというよりは、もうこのオーパスお願いしますというふうに、好きで指名される方が多いんじゃないかなと思います。とても非常に、飲みやすいかなということで、これカリフォルニアのワインなんですけども、赤ワインで焙煎してから少し、時間が経たなければ美味しくないものもあるんですけども、この、オーパスワンは焙煎してもすぐ飲めるということで、非常に人気あります。あまり当たり外れもないんじゃないかなというのが、感想ですね。なのでこちら本当に定番でよく出ます。で、こちらは当店では15万円なんですけども、ヴィンテージによってやや変わってきます。今は2016年が15万円でお出ししております。なので、クラブで誕生日とかお祝いとか、少しこう売り上げ上げたいなっていう女の子は、この15万円ぐらいの価格を押される女の子が多いのかなという印象です。で、この15万円の価格となれば、クリークロゼとか14万ですし、ドンペリのこのロゼの上があるんですけれども、そちらが16万ですし、大体その価格の中で、好みのものをオーダーされるという感じです。大体シャンパンって、同じ価格帯で2、3種類揃えていて、で同じ価格帯でワインも2、3種類揃えているので、安いもんではないので、結構その値段を考慮して、このぐらいの値段でお祝いしようとか、このぐらいで
今晩飲もうかなとか、その価格帯でよく出る、シャンパンとかワインが決まってくるんじゃないかなと思います。なので1つ目の定番はだいたい6万円ぐらいのラインで、次が10万円ぐらいのライン、そして15万円のライン、それ以上という風な感じで、出るお酒が変わってくるのかなと思っております。アスカさんはシャンパンだとどんな味のやつが好きなんですか？やっぱここにないんですけども、私が好きなのはドンペリの、一番いいやつでラベイっていうお酒が好きです。そちらは当店では30万円になっております。あと同じぐらい好きで定番でよく、こちらも出て今回ないんですけども、サロンっていうお酒が30万で、そちらはとても美味しいと思って好きです。サロンは、結構男性のお客様多いですね、ファンが。サロンくださいっていう方も結構男性のお客様でいらっしゃいます。ただ今回ちょっと撮影したのが、今朝なんですよ。ここ午前中にブレーキ撮影してて、今スタッフ誰もいなくて、はい、私がお酒の場所を把握しないんで、これこんな感じだったんですけども。なので高級シャンパンがちょっと見当たらなかったです。多分どっかいいとこに保管してるんじゃないかなと思います。本当はサロンとラベイも、出るシャンパンで、今回お出ししたかったんですけども、ここに写真だけつけておきます。はい。ということで、今回のボトルの料金説明とか、定番のボトルの説明いかがだったでしょうか。銀座のクラブでは、先ほどご紹介したお酒以外にも、もっとたくさんいろんな種類があるので、お客様がずっと、それ長く飲んでらっしゃって、当店にはなくても、リクエストがあれば買って、それをキープすることもできます。大体そういう風に、いろんなクラブが臨機応変に対応してるんじゃないでしょうか。はい。よかったら皆さんもぜひぜひ、ご参考にしていただけたらと思います。それではまた。